今日のお車は何ですか？今日は CHR です。お世話になっています。間違いいっぱいの駐車選び左男爵です。今日は CHR に乗っています。車はハイブリッドでダンパーにまだザックス製を使用していた時期のモデルです。 CHR はコンパクト SUV として販売されていますが、その中身はワンランク上のプラットフォームが使用されていてお得感の高いモデルです。そうした部分の魅力ですとか、トヨタのザックスってどんなお味かなって思いまして、改めて帰ってきました。それじゃあね、システム起動して行ってきます。こうした車でよくあるのが、走りは良くても内装でケチっている、そんなパターンです。でも CHR は違います。走りは大きな欠点なく、内装も立派、そつなくまとまっていて価格以上、こうした点がコストパフォーマンスが高いといった印象につながります。本当にね、ボディデザインはね、悪が強いと思えると個性的で、中身もぶっ飛んでそうなものですが、でも実際はね、大きな欠点なくて優等生で、そんなボディデザインもね、最近のトヨタ車って尖ったデザインの車多いですから、特別なことを感じずに選べちゃうんじゃないかとも思います。そんな CHR の苦手な点をあえて挙げるとするとね、リアシートがちょっと使いにくい点と、これは長所でもあって短所でもあるんですが、ザックスというブランドのサスペンションダンパーが使われていた点です。本当走りはね、優等生以上に優等生といった感じなので、動画の半分ぐらいはこのザックスダンパーの話になりそうです。一つずつ見ていきます。まずは自分が最も気に入っている場所、フロントシート周辺の内装です。何がいいのかって、合わせ目などの精密感が高いです。デザインとか造形とかいうよりも、もっと本質的な部分で質の高さを感じます。わかりやすいのはインパネからドアへつながっている部分です。ここは動画の中のヒラリーが話していますので、どうぞご覧ください。内装は CHR の大きな魅力です。パッと見でわあすごいといった類の内装ではありませんが、細かな部分の精密性が高く、仕立ての良さも感じられます。例えばインパネからドアトリムへつながる部分、自分のお気に入りのポイントです。複雑に絡み合ったデザインをしていますが、段差は揃い、隙間は小さいです。ここのアルミ調に加工された部分の合わせ目など感動ものです。ここちょうどインパネとドアの切れ目なんですが、合わせ目は綺麗に揃っています。さらにドアを開けた時のことも考慮されてデザインされています。このインパネからドアへのつながりが美しくデザインされている車って、逆にね、ズレや段差が気になっちゃうことが多いんですが、 CHR は最小限です。その秘密の一つかもしれないのがエアコンダクトの位置です。サイドウィンドウに風を送る出口のことなんですが、 CHR ではメーターフードの裏側にレイアウトされていました。配管をドア側に持ってくると隙間につながりそうなものですし、これでしたら乗員が正面から見ても目に入ることもありません。素晴らしいと思いました。スイッチ操作性に関する部分では、いいなと思った点とあれれと思った点が一つずつありました。ステアリングスイッチは押し込むというよりも引
掛けるように操作ができて指が楽でした。シフトセレクターは横から握りたい位置にあるのですが、横から握ると操作がしにくかったです。このプッシュボタンがね、上に押し込むような形になっているんですよね。で、上から握った方が操作はスムーズです。ただこの位置と操作方向のバランスがちょっと微妙でした。では走行しての感想。まずは快適性です。ザックスダンパーということで乗り心地が気になっていると思います。乗り心地は普通のトヨタ車と比較すると結構いいです。でもとってもいいダンパーをご存知の方からすると肩透かしを食らっちゃうかもしれません。それぐらいのスムーズさです。でもドライバーが乗り心地を簡単にコントロールできたりなんかしてやっぱりいいダンパーだと思います。例えばこんなシチュエーション、目の前に段差が現れました。車は左から走ってきます。そして段差を乗り上げる瞬間にサスペンションが伸びている間ですと衝撃を和らげることができます。車のフロントの、沈み込む量はドライバーはブレーキペダルでコントロールできますので、ブレーキをかけて緩めるわけです。こういった動作がうまくいって乗り心地をよくできます。また助手席側の下だけですとか片側だけ段差があったとします。そういった時にドライバーは、ハンドルで左右のサスペンションの道縮みをコントロールするわけですが、それも動きやすいサスペンションだからこそ日常から乗り心地をコントロールできます。特にこの部分、車って上級クラスになるほど、片側からの衝撃をもう片側に伝えにくいといった特徴を感じます。なので、CHR ならうまくコントロールしてね、もっと上のクラスみたいな乗り心地で走行することも可能です。前にね、助手席の人からこれってエアサスってこう言ってもらったことがあります。あははって感じで、いやーバネだよって感じなんですが、うまくねサスペンションの伸び縮みをコントロールできるとふわっと柔らかい乗り心地がすごいねこう強調できまして、同乗者は快適、運転もねうまいなと思ってもらいやすいんじゃないかとも思いました。嬉しいですよね、そういう車って。続いて静粛性です。静粛性はこの見える室内のイメージですとか乗り心地からするとちょっとね低く感じました。あと他社との兼ね合いでもベーシックなコンパクトカーでも上級グレードって最近ほんと静かになりましたよね。そういった面含めて、CHR はね、そんな静かじゃないなっていうか、ちょっとうるさいなぐらいが率直な意見です。ハンドリングや運転しやすさに関する部分です。ハンドリングはとにかく高性能といった印象を受けます。例えばアクセルを踏んでいるとき、ブレーキをかけているとき、コーナリング中の段差、そんな時でもステアリングのフィールは変わりにくいです。もう常に一定くらいいっちゃってもいいかもしれません。この辺りがもっと上のクラスと同じような印象を受けました。で、あとサスペンションが動きやすいのもあって路面のザラザラですとかそういったのも伝わってきにくいです。これが高性能なんだけど場合によってはもしかしたら運転してもつまんないという意見につながるかもしれません。でも高性能という感じは事実です。多くの人がいいねと思えるんじゃないかと思います。お味は結構落ち着いていて割合穏やかな挙動を示します。サスペンションがね初期状態から動きやすいこともありますので、アグレッシブな動作というよりは落ち着いた大人っぽい運転を心がけると車のいい面を味わいやすいんじゃないかと思います。日常での運転は、ボディの見切りがね特にフロントが思ったより良かったです。ギリギリまで使えますし寄せられますし、リア斜め後ろがねちょっと見にくくて視覚が大きいのはあるんですが、本当それぐらいでびっくりしちゃいますよねこのねアグレッシブな見た目とは裏腹に優等生で運転もしやすくて走りも良くて、本当そう思います。最後にここからはザックスブランドの
サスペンションダンパーについての話です。CHR の場合は2019年だったかなのマイナーチェンジを境に、それより以前のモデルはザックスブランドのダンパーで、それより以後のモデルは他のトヨタ車と同じダンパーと言われています。でこれ未確認なんですが、他の車種と同じようなあれでしたら後からね購入して交換することもできちゃうかもしれません。まず前置きです。自分たちはこの CHR に、まっさらな新車の状態から、2000キロの車、5000キロの車、それから今回の車体は5万キロ弱の車体でした。それからトヨタ仕様の欧州製ザックスダンパーの話と、一般的なねブランド製車のパーツの話がちょっと混じっての話になります。そういった上で本題なんですが、やっぱりねこの質だけじゃなくて、走行距離に対する性能変化といった部分の過渡特性なんかでも普通のトヨタの車とちょっと違いを感じます。具体的には、新車の時はね思ったより動きが渋くて、ザックスっていう期待もあったんだけど、それがね、2000キロぐらいで滑らかになってきて、5万キロぐらいだとちょっと動きすぎちゃうかなっていう場面もありました。で普通ね大体どの車も最初はパッツンパッツンで1000キロ2000キロ走るといい部分が出てきて、5000キロぐらいまでがすごい美味しいとこだと思うんだけど、ちょっとそれがね差が激しいかなと。で今までにビルシュタインとかオーリンズとか有名どころを使ってきて、やっぱりねみんなそんな傾向がありました。5万キロぐらいでちょっと大きく柔らかくなって、でそこからはね緩やかに、変わっていく、もしくは同じぐらいがずっとキープされるような感じでした。で普通のトヨタ車だと、5万キロぐらいでねふわふわが目立つ車ってそうそうないと思うんで、やっぱりこの辺ちょっと違うかなと思います。で同じように、走り始めと本調子を出してからの差がちょっと大きくて、例えばこれね予想なんですけど、1週間2週間乗らずに置いといた車を走り出すと、最初の10分かな15分かな、ちょっとガツガツが気になったりもしちゃうかもしれません。そのすごい動きがいい時がいい分だけね悪い時もあって、よく言えば2度おいしいみたいなね、そんな感じになるのかな。で自分がもしね CHR 買ったら、ザックス使用している前期モデルを買って、5万キロごとに変えるとか、あとはもしね後期モデルで前期のダンパーが使用できるんだったらディーラーで注文して、それでやっぱり5万キロごとに変えて使っていきたいですね。そしたらきっとね値段以上にいい車、もうずっと乗ってられる車になるんじゃないかなと思います。でね、あとなんでトヨタはそのザックスブランドのダンパーから多分カヤバなのかなの一般的なダンパーに変えちゃったんかなっていう部分の推測です。でトヨタにはねちょっとシャシー部門等で知り合いもいないんで聞けないんだけど、日産だとねシャシー設計のもう知り合いいて話聞いたことあるんですよね。で本当尊敬する知り合いなので何でも信じちゃうんだけど、日産で以前デュアリスという同じようなコンパクト SUV があって、これがイギリスの日産工場で作られていて、欧州のねやっぱりザックスブランドのダンパーが使われていました。ですごいいい車で、やっぱりこの車もね途中でザックスからテネコトキコだったのかなのダンパーに変わっちゃって、乗り味ゴツゴツになっちゃって、普通の車だよねって感じになっちゃったんですよね。で後でその話を聞きました。なんでザックスやめちゃったのって聞いて、答えは一つでした。いやポルシェとか少量生産のメーカーだったらいいんだけど、ちょっとね日産じゃ使えない事情がっていう答えだったのかな。
それすごい印象的で、なんだろう、耐久性とか、その当時も20年くらい前だけど、オイルのねにじみとかいろいろあったみたいで、日産としては使いにくいというのが事情だったみたいですね。で CHR は分かんないですよ。もうそれからどんなメーカーも品質すごい良くなってるでしょうし、日本のもんだけね極端に耐久性が高いっていうのも考えにくいですから、そういう問題か何なのか分かんないんですけど、そういった話を聞いたことがあります。でね、別で話しててこんな話もしました。タイヤってね、やっぱり変えれば銘柄によって乗り味、快適性全然変わってくると思うんですけど、その設計されてる方からするとね、なんだろう、タイヤって本質的な部分じゃないよねと。タイヤの差ってその車変えたほど違いはないでしょって確かにね、おっしゃる通りで本当そうだと思います。でもそんな設計者でもダンパーはね、車の重要な部品の一部だと。乗り味もいろんな設計も変わってきちゃうと、ボディのしなやかさとかも重要だけどダンパーも重要だと。そんくらい重要な部品みたいです。で考えちゃいますよね。すごいものはいいんだけど、5万キロごとに部品買って工賃払って交換しなきゃいけないダンパーと、10万キロ乗っても特に乗り味にねそんな大きな差が出るわけでもなくて、ダンパーイコール車の寿命と一緒みたいな普通の国産車と、さあどっち選ぶかってね、結構人によって違うとかな。でもやっぱりこの選択肢があるってのはすごい嬉しいことで楽しいですよね。どっちにしようか、中古もあるし新車もあるし、好きな方を選べる素晴らしいことだと思います。てな感じですみません、今回の動画は雑談ばっかりになっちゃいました。私どもこれからもより良い動画を目指してどんどん上げていきますので、できましたらチャンネル登録等していただけると本当嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、光男爵でした。ではでは。